はい、というわけで、はい。こんなところで働きたいですね。めっちゃ綺麗。ここは、牧野さんの、とある場所なんですけれども、はい。牧野さんにお呼びいただきまして、はいはい。新型の5軸を発表されるということで、発表のね、メディアの媒体の一つとして、ああ、なるほど。なんとか重工が選ばれたということで、呼んでいただいたと。はい、光栄でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他のメーカーさんも待ってます。はい、というわけで、我々がね、これ説明できるわけないので、牧野さんの担当の方にお願いしたいなということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。新機種発表されるということで、はい、ありがとうございます。5軸って聞きましたよね。5軸って聞きました。これ3軸ですけれども、そうなんです。こちらは三軸加工機で、はい、実は発表する新機種ではないんです。ではない、あ、これじゃない。これではない。そうなんです。新機種はどこにあるんですかね。新機種はですね、現在制作中でございまして、制作中。お見せできることができないんですが、はい。本本日はですね、牧野グライスといえば、金型加工と、こういうことで、この V56i という機種を本日見ていただいて、その後に新しい機種を見ていただきたいとなるほど、なるほど。思ってお越しいただきました。金型加工。うん。聞きますもん。牧野はいいぞって。はいはいはい金型にはいいぞっていう話はめっちゃ聞くんで。あと、横増しですね。ああ、そうですね。横増し牧野みたいなうん。イメージがありますが、そのうちの一翼を担う金型のマシニングを。はい、そうです。本日は、GI ブレーカーというドリルの GI 切りくずを分断する機能をご覧いただきます。分断する機能。はい。ステップ。ステップは踏みません。クーラントでバーッと。クーラントかけるんですけど、はい牧野グライスの独自の制御で切りくずがつながらないようにコントロールしています。高圧クーラントで折るんじゃなくて。じゃないんです。じゃあとりあえずそちらを見させてもらいます。はい。見させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい。ワークはこちらの、これですよね。はい。こちらは S50C 台です。 50C。で、こちらが、はい。30パイのインサートドリルになります。S50C とスローアウェイドリルと。一旦見ましょうか。見てみたい。はい。はい。よろしくお願いします。はい。ます。じゃあ、加工の押していきます。はい。お、静か。こんな感じ。えめっちゃ静か。すごいわ。なんかアルミ削ってるみたいですね。もう言っていいですか。はい。S50C と、スローアウェイドリル、送り上げたらブレイクするやんと思ってたんですよ。そうですね。思ったよね、はい思ったよね。思ってたんですけど、はい。刃当たり送りというか回転当たり送り結構控えめですよね。そうです。控えめでもパラパラになると、その本来であれば結構伸びる条伸びる、件ってやつね絶対伸びる。結構薄めのうん。切り子なのに、ブレイクしてる。ブレイクしてますもんね。ブレイクしてる明んですよ。らかに。あ、だから音が静かなんだ。回転当たり送りをブリブリやったら、ギュッとした切り子が出て砕けるじゃん。うん。薄いのにはい。切れてる。はい。すごいわ。疑ってましたけど。疑ってたけど、いや、正直ね、うん 50C とスローアウェイドリルって出された時点で、うんいいやつ、条件いいやつを用意したなと思ったけど、すごいわ。衝撃が。非常に簡単で、従来のプログラムをそのままご使用いただいて、こういった工具データ画面に、まずドリルを使いますよと。で、あとは GI ブレーカーを使いますか、使いませんか。これをオンするだけで、有効無効を切り替えるだけですか。そうなんです。へえ。ここでオンするかオンしないかだけで、簡単に使うことができます。ステップしてるわけではないんです。スステップしてなかったよね。ですよねステップはしないんです。これね、秘密なんですけど、はい。秘密。ステップはしてません。はワークと工具は常に接触してい。います。してる。これがキーポイントです。常に接触してる。はい。これ以上は言えないと。はい。これはこの機械で。はい。まさにこの機械で加工しました。すごい。すごいですね。我々金型あんまりやってないから、うん。凄みはわからないけれども、ただここの R すごくない？ここの表面でしょこれ。表面でしょ磨いたりね磨いたするようなところだと思うんですけど。
無垢のブロック材からこちらの高送りカッターで粗加工をしています。荒取りもこの機械でやってるんですか？そうです。なんか仕上げだけやるのかなみたいなイメージでしたけど、これでやれるってことは、この機械で、荒取りガードした後に焼き入れして、で、戻ってきたやつを仕上げるみたいな。いや、そこは実は違いまして、はい、実は 60HRC 入っている焼き入れ材から粗加工を実施する。そうでしょ。いや、本当そです。れは嘘じゃないですかね。本当なんです。言うてね、60HRC って言ったら排出級のね。これ、超高ですか？そうです。これ32パイの高送りカッターになります。で、HRC60 をガーッと。はい。他の特徴としては、側面の加工を検索ではなく切削で加工してます。で、加工した工具が、こちらにある。よく最近言われる、バレル工具はいはいはい。というような形状した工具で、加工しています。はいはい。このように大きく突き出した工具で加工してるんですけど、60HRC の材料ですから、やっぱり倒れ、そういうのが気になるところなんですけれども、実際に加工した結果、この倒れっていうのは、ほぼほぼゼロ。1ミクロン、2ミクロン。もう直角がバチッと出てる。そういうことになります。やば。ってなってくると気になりますよね。こいつ何してんのみたいな。これね、これなんかタッチプローブみたいに見える。何ですか？これがですね、一般的に言われる PCD 工具と言われるもので、たけし賞のダイヤモンド工具って言ったら分かりやすいですかね。触っていいですか？そう、どうぞどうぞ。これね、刃がないんですよ。歯がない。あれですか、検索砥石みたいなザラザラしたやつなんですか？そうですね。そんな感じします。言ってしまうと、切削というよりは、検索に近い、内容になると思います。で、どこを仕上げたの？ここの表面の部分ですね。はいはいはい。ひときわ輝いてる。めちゃくちゃ綺麗ですもんね。この輝いてる部分を、こちらで加工してます。刃がないんで、工具の扱いが非常に難しい。いっぱい削れないんですよね。だから実にここ仕上げた切り込み量って2ミクロンです。2ミクロン？そこまで持っていくのが結構もう仕上げですよね。もう仕上2げ。ミクロンの取り代を用意するってことですから。この狭い領域ですけど、実は5時間加工にかけていて。5時間。はい。大事なのはこの5時間を2ミクロンキープできると。能力が機械には求められる。温度変化でちょっと変わったりとかはしないような機械じゃないとダメと。そういうことになります。2ミクロンの取り代を仕上げる工具と 60HRC の粗取りをする工具を1台で使ってるっていうね。ちょっと機械分けたいですよね。分けたいよね。気持ち的には分けたいけどいけるんですね。いけるんです。なんならすごかったけど、割とこなれた機種ということで、はい牧野さんとしてはこなれた機種だと思うんですけど、ね、新機種ということで、てっきり見せてもらえるのかなと。呼ばれたと。こちらがですね、1週間後の、はいメカトロテックの方でお見せいたします。なるほど。なるほど。はい。大丈夫ですか、この動画。DA500 はここでお見せできないので、まず DA300 という一回り小さい機械を見ていただいて、ここを見ていただくと DA500 の凄みっていうのがより理解できると思います。こちらの DA300 を山梨の方に見に行きましょう。ぜひぜひ。はい。DA300 を見たら DA500 を見る予習になるってことですね。そういうことです。はい、というわけで、DA300 が見れるということで、移動してきましたけれども、遠かったですね。新幹線と車でだいたい3時間半ぐらいかかりましたかね。ゴリゴリ削ってるような音が聞こえますけど、ここって何をされてるところなんですか？こちらは山梨県の富士勝山事業所です。こちらではですね、メインにマシニングセンターの製造を中心に、他にお客様のトレーニングとか、テスト加工とかも実施しているところでございます。雰囲気がね、現場感が、もう工場感すごいですね。我々のフィールドだなというところなんですけど、じゃあ、早速ご説明いたしますんで、よろしくお願いします。お願いします。こちら主軸の方に電気マイクロメーターがついてまして、テーブルの方に、ご覧の通り Q がついています。新旧、そうですね、新旧ですね。これを接触させて、
その後に同時5軸の動作をいたします。この値の振れが非常に少ないということで、高精度な機械。はいはいはい。まあ、単位はここにマイクロメーターと。はいはいはい。今当たってないんですよね。まだ当たってない。今、当たってきました。はいはいはい。1決めがね、今1決めされましたけども。マジですか。今もう動いてますからね。はい。回転して。あれ、1メモリコンマ1のゲージちゃうんですか、これ。違うんですよ。マイクロメーター。マイクロメーターですよ。合ってますか？はい。まあでもこれ言うて、まだ、ね、回転してるだけなんで。そうですね。今ひねり始めましたけど、軸が増えてる。ひねり始めましたけど、3軸と5軸でなんか違いあったか違いあったか今。むしろ良くなってるみたいな。良くなってる。マジ？わ、すごいな。はい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 。だいぶひねってますよ。だいぶひねってますよ。あ、なるほど。ブラボー。すごい。ブラボー。もう2マイクロとかそんなレベルでしたよね。3マイクロ見えた？いや、多分なかった。これができると、一般的に5軸加工ってみんな精度悪いんじゃないって思ってるお客様はいると思うんですけど、これが現実です。どこを割り出して加工しても、つなぎ目はピタッと。そういうことですね。同時5軸でやっても、はい。この角度だと段差がとかはないと。そういうことですね。ちょっとこの次元のやつは使ったことないんで、わかんないですけど、まあまあそういうことなんですね。もう見ちゃったもんね。はい。まあ精度は良かったと。バチバチ。はい。でも精度だけかもしれへんので。ああ、なるほどね。まあそこら辺、次何を見せていただけるんでしょうか。今のあくまでも実際に削っていないので、実際ね、次は加工してですね、表面加工を、見ていただこうかなと思ってます。はい。で、そこでですね、私一つお願いがあるんですけども、まあ、さっきのね、名古屋で見させていただきました、GI ブレーカー。はいはい、すごかったですね。はい、すごかったです。まあでもやっぱもう一回ちょっと確認に、アルミにツイストドリルという条件で、ちょっと厳しいですね。お願いしたいなと。私ドリル用意したんで、それでちょっとお願いできませんか？いいですよ。いいですか？効果があるのかってことですね。ちょっとね、突っ込んでいきたいなと思います。じゃあちょっとこの後段取り替えするんで、それまでちょっと待ってください。承知しました。よろしくお願いします。お願いします。はい、では私ドリル用意させていただきましたので、こちらよろしくお願いいたします。はい、準備しておきます。はい。ここでカメラを回してほしいということで。なんすか、お昼って聞いてたんですか？お昼って聞いてましたけれども、ここは実は後ろに見えるのがこちら富士山の溶岩岩盤なんです。あ、なるほど。そこに富士山ありますもんね。そうですね。はい。あんな距離ある富士山の溶岩がここにも。そうですね。ここら辺一帯が全てこのような形で作られていると聞いています。で世の中の工場とかって基礎工事をするとか聞いたことありませんか？いや、もう結構分厚めのコンクリートを掘って流し込むみたいな。溶岩岩盤でできているので、そういった基礎工事が必要ないんです。でかつコンクリートよりも非常に硬いものでできているということになってます。そんなことなんですか？そうなんです。この工場一帯っていうのは実は基礎工事してません。溶岩を平らにするだけで、そうです。もう工場建てれる。そういうことです。天然の基礎の上に立ってると。そういうことですね。なるほど。はい。それはもう狙ってここを選んだと。狙ってますね。かつここら辺っていうのは気温の変化それほど多くないので、こういったエネルギーとかそういったコストも意識しながら作られた工場になってます。確かに日差しが柔らかいというか。そうですね。名古屋の突き刺すような日差しではない。違いますね。今ね、カメラの関係で眩しく見えてるかもしれないけど、そんなにきつくないですね。牧野の機械はこの富士山の岩盤に支えられて作られてると。そういうことになりますね。この辺はその工作機械作りに適した場所だと。そうですね。見出したわけですね。あえてここを選んだ。そういうことになります。なるほど。なるほど。工場めっちゃ広かったです。めっちゃ広い。めっちゃ歩きました。いろいろとすごいこれ動画にしたら映えるなっていうのはあったんですが、ちょっと撮影 NG ということで、そうですね。はい。これを公開すると
まずいところも多いというか、ですね。はい。というわけで、申し訳ないんですが、私たちは非常に楽しみましたが、動画にはできません。ごめんなさい。はい。というわけで、段取りがいただきましたということで、準備終わってます。はい。金色のはい。ツールで、はい。ちょっとでもあの状態で削りましたとか言うんじゃないですか。じゃちゃんと削りますよ。本当ですか。はいはい。どうしよう。なんか、塗っときますわかるように。マジックとか。僕サインしましょうか。ありがとうございます。はい。じゃあ。やりすぎ。マジ鏡やん、これもう。鏡貼ってるでしょ、これ。鏡貼ってる。これ本当に削ったんですよ。書きますね。書いちゃってください。ああ、どうです。これ何回転回ってるんだろう。9000回転。9000回転で鏡面。ね、もっとなんか、なんかもっと分増しそうな。 2万とか、そんな感じかなと思って。あ、ギリ映ってる。そうです。この感じのあれ、あ、そういうパスなんや。これどれぐらい削ってるんですか？100分の 1。100分の1。ちょっとヒヤッとする。ヒヤッとするリトラクト。はい。はい。できたらしい。マジ嘘やろ。あんなひょいっと削っただけ。今までで見たアルミで一番綺麗かもしれない。一番ね光沢というか。鏡やもん。これ工具がめっちゃすごいとかじゃなくて、まあ、工具もすごいのあるんですけど、機械もあとは機械やっぱ合成がなかったり主軸がやっぱ振動してるとこうわなわなした目って見えちゃうんですよね。光はするんですけど、はいよく覗くとこう買った目がわなわな、歪んでるみたいなそうそうそう、そこがまあ見えないっていうのはまあ主軸の振動とかフレース精度が非常にいいっていうのは見えますね。どうですか？いい仕事するね。というわけで、まあ、打ちのめされっぱなしなんですが、はい。いや、まだチャンスがある。まだ挽回まだのチャンス挽回のチャンスがある。ケロがやったぞっていうはいはいね、チャンスがあるということで、ドリル、ええ、準備いただいてますでしょうか？準備できてますよ。はい。そっちでね、まだ、切り込める可能性があるんで、GI ブレーカー、はい。お手並み拝見とええ、させていただきたいなと思います。はい。じゃあ早速加工しましょうか。はい。よろしくお願いします。はい。またもや段取り替えのね、待ち時間があるかと思いきや、APC で、はい、パルチェンしていただきましたということで、もう段取りできてますということで、はい。あそこに私がお渡ししたドリルがついてますよ。あるということで、はい。じゃあお手並み拝見といきましょうか。 GI ブレーカはい。お願いします。はい。お願いします。ノンステップですよね、言うたら、見た目は。ノンステップです。この、F なんぼっすか？ F46？
回転数なんぼっすか？回転数4600。の F46？はで、こんな粉々になるんですい。か？ドライだから落としたんですけどね。どういうこと？わけわからん。多分こっちの方が必要と思うんですよね。わけわからん。誰かが切ってる。小さいおっさんが、う小さいおっさん水の中おる。ん。誰が切ってるでしょ。意味わからん。意味わからんめっちゃ入れましたね、でもね。こんなことなる？アルミでしょ。アルミ52ですよね。そうです。で、渡したドリルですよね。そうです。小細工なしの。小細工なしの。革命やん。理屈がわかんないもん。うん。鋳物でも穴開けたみたいな。いや、ほんま、パラパラですよね。すごすぎん。謎の技術がここで出ました。入れちゃいます。やば。結論。はい。牧野さんを出し抜くのは無理。敗北。敗北。いや、これはすごいね。すごすぎひん。F46。 46。めっちゃ遅い。ビヤーンってなるドリルがこんなんなってたはず。はいはいはい。これ。え意味がわからないな。牧野さん出し抜く無理やわ。これ、メカトロでやるらしいんで、みんな絶対見に来て、絶対ビビるから。これはね、すごいから。すごい。ほんまにすごい。ああ、お腹いっぱい。お腹いっぱいなんですが、はいまだまだあると。まだまだあります。まだまだあるということで、はい。あとはもう豚骨に託したいと思います。わかりました。なんかあるらしいんで、なんかやらされるんですよね。はなんかちょっと聞いてますけど。よろしくお願いしわかりました。頑張ります。今、テーブルに、はい円柱がセットアップされてるんですけど、はいはいはいまあこれ加工ワークを想定してます。ワーク。はい。はい。で、これただポンと置いただけです。はい何も原点も拾えてないし、うんうん。これの通りっていうのも出てません。はい。ですんで、機械のアイセットアップと、はい。こういう機能を使っていただいて、芯出しと通り出しをしていただくと。今見たばっかりのこの機械でえやると。え、触ってみてください。普通に硬いっす。なんか柔らかいふにゃふにゃ感がなんかなと思ったらスポンジみたいな。普通に本硬い。物でやってもらいます。はい色だけついてるみたいな感じ。そうですねわかりやすく。はいはい。やっていきましょうやかっ。ていきますか。要するにその棒の中心と傾きをそういうことですね。取るってことですよね。はい。おー。乗せた時に例えば斜め穴とかが開いてた時の穴の軸と原点を取れるみたいな、はい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 。これは棒ですけど、はいはい。まずは今、Z の原点も何もわからない状態なので、はい。 Z の原点を測りましょう。あ、てかこんなんありましたっけ？今ちょっと出しました。こんな感じで実は格納できるんですけああ、なるほどなるほど。これからこれを使いますんで、あーそういうことですねちょっと出しました。セットアップ専用ですか？そうです。へえ。ここは X、Y、Z。だからこれZ を下の方に行かせたいんで、もうこれを押し続けると、と動きます。はい。ある程度の高さまでいったら、はい。みたいなことですよね。もう当てちゃいます。で、この時点で、当てちゃいます。当ててどこにあるかが分かるんで、その後もう測定しちゃいましょうっていう。えよくね、よくあるやつは、はいある程度15ミリぐらいの高さまで近づけて、えなんか起動みたいなして、はいはいピーみたいな。もうそんなことしません。もう当てちゃいます。ずーっと押し続けてください。じゃあいきます。よ。はい。めっちゃ怖いねんけど。いきます。はい。えはい、当たりました。さあ画面の方から、こはいのボタンを押してくださいって出ますんで、ボタンを押してください。見ててください。自動に測定に行きます。あ、今のは当てた時のは測定じゃなくて、そうですねこのくらいの高さだよみたいな。当てた時は概略の高さを知って、その後今、正しい測定をしポンちゃんに行きました。の測定をしたと。なんか気持ち楽っすね。当ててもいいんだみたいな。円柱を測るっていうこれボタンを。タッチパネルになってますね。これを押してみてください。はい。この外径が何ミリですかとはいいうことで、これ65って入れときましょうか。 65。はい。こう触っていただいここて、で65。 65。はい。で、次が、ここからどれぐらい動かしますかと。大体20ミリぐらいですかね。20と。はい。じゃあ押します。おお、結構早いな。結構早いですね。今1点目。アクションがすごい少ないですね。そうなんです。ピッピッピッポチッ、ええはい。作業測定結果って出てますけど、はいはい。
これまあ豚骨さんが測った値。次2点目、ちょっと深くして測ってみましょう。 Z を下げる感じ。そうですね。はい。まず深さ70ぐらいにしておきましょうか。70。まあ長さ分そうですねがギリギリってことですよね。はい。怖いな70は。ああ、結構余裕あった。結構余裕あります。プローブの型にね、ゴシャッとね、いったら、うわってなるけど。うわーってなりますね。Z の上と下はい2点で傾きを出すと。そういうことです。はあ。でめっちゃ楽っすね本当に。でこれ斜めがめっちゃ傾いてたら、はい取れなくないですか？ C 軸と B 軸をそれっぽくしたらいいんじゃないそう。それっぽい、それっぽく垂直のところで C0、B0 にしといて。一応基本的にはね、やっぱりその傾きあんまバカでかいとダメなんで、だからその傾いてる面を面直に向けてあげて、そこから測ればできます。はい、そこの穴基準で。なるほどな。通り出し角度。マイナス 0.3 度傾いてる。そうですね。はい、で、0.3 度傾けて C を105度回すと、この通りが出るよというような計算結果です。で、はい、まあこの値を座標に登録したいんで、はい、まあここですね。ワーク設置誤差設定。はい。はい、ここで OK と。OK。はい。これで終わりです。やば。これで終わりなんです。じゃあ最後僕が機械パッと動かして、はい、通り出しの動作をそういう動作があるんですね。はい。これで今どうなったんですか？これ C で今軸と B 軸が動いて、まっすぐになったよと。まっすぐな。あ、そういうことか。そういうことです。ああ、なるほどな。どうでしたか？簡単でした。いや、めちゃくちゃ簡単ですが、ビビりました。はい。めっちゃ楽っすね。よかったです。他になんか機能とかあるんですか？新しい機能。いやいや、もうないですよ。ないよね。はい。もう満足ですよもうね。満足。まあちょっと今画面出してるんですけど、はいはい。まあビジョン BTS なんていう機能も。BTS、はい聞いたことあるな。ええ。これまあ工具破損検知になるんですけれど工具破損も、検知。ええ。まありますよね、工具破損検知っはいはいはいて。いろんなメーカーさん。これカメラを使ってまして、機外に出して破損検知をします。機外で。機外で破損検知。カメラで機外。機外でカメラで破損検知をします。この中じゃないってことですか？中じゃないです。まあ中で測定するとそれだけ時間かかっちゃうんで、もう外に出して、はい、もうどんどん加工はどんどん進めて、破損検知はもう外でやっちゃおうというようなところで外でやってます。ホルダーと工具の質量なんかも簡易測定してまして、これ重さに応じてATC の速度を自動的に変えるというようなこともやってます。これめっちゃ嬉しいですね。重量工具設定とかやりましたね。はいはい。めっちゃ重たいやつ。それが自動と。そうですね。ゆっくりなってくれるってことですね。そうですね。なるほど。そこら辺まで。なるほど。盛りだくさんですね。はい。DA300 盛りだくさんと。DA300 はですね、こんな感じで工具の測定っていうのが、カメラです可能になってます。でですね、DA500 DA500 機種の方ではですね、工具だけではなく、ワークの方も測ってしまおうというような取り組みを実施しています。どういうことですか？機外に出てる時にワークを測ってですね、それも機外。そういうことをこのバレチェーンのところでっていうような、それはメカトロで見れます。発表します。なるほど。メカトロ見に来てください。これ見れるんですね、実際に。実際にどういう見せます。カメラなんですか？それもカメラです。カメラで撮って。すごい。その運用方法とかも提案いただけると。そうですね。もう実際に見ていただいて、いろいろ感じていただければと思いますけれども。ここでね、動画で喋るよりも見た方が早いですよ。見た方が早い。もうさすがにないでしょうと。もうないと思いますね。なんか持ってますけどね。持ってるんですけど、キャリブレーションの簡単化ということで、これラピッドキャリブレーターというようなものがあります。これ3ステップで誰がやっても簡単に正確にキャリブレーションができるというようなもの。DA300 に限らず、他の機械にも全てつけることができるような機能になってます。資料を見させてもらった限り、めちゃくちゃ簡単。普通もっと難しいんですか？まめにやらないと精度が維持できないから、まめにやらないといけないんだけれども、めんどくさいから後回しにしがちで、ずっとしてないっていうところ多いんですが、めっちゃ簡単にできます。なるほど。
盛りだくさんでございました。はい。で、牧野さんより、はいご連絡、告知情報がございますということで、よろしくお願いします。この度弊社ではメカトロテック2023に出展いたします。出展機種はですね、ただいま紹介させていただいた DA300、 DA300。それに加えましてですね、新製品 DA500 の方を初めて出展いたします。まだ私たちも見てないですから、はい。はい。メガトロで出展されますということなんですね。はい、はいよろしくお願いします。はいメカトロテックジャパンではテクニカルワークショップの方も開催いたします。場所がですね、我々の展示ブース内ではなくてですね、他のコンペンションセンターという場所になりますんで、場所だけお間違いいただかないようよろしくお願いいたします。牧野さんのところに行ってセミナーテクニカルワークショップできるかと思いきや、はい場所は別と、そういうことになりはいますんで、、皆さんご注意くださいませ。何か持ち出されましたけど、はい、こちらの方が、弊社の機械で製作した金型で成形されたトレイになってます。メクトのプレゼント企画ということで、今回の動画見ましたよと言っていただければ、こちらの方プレゼントさせていただきます。金型ね、実は名古屋で見せてもらったお弁当箱のような、はい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 。あれです。あれで作ったやつ。あれでこれを作ったということで、金型から作ってますから、これこだわりの一品となっておりますので、これがもらえるんですか？もらいます。はい、動画を見たよと。はい。一言言うだけではい。名刺ぐらいは置いていく、そうですね。はい、名刺ぐらいは置いていってください。そうですね。DA300 を知ることで、新機種の DA500 が知れるという、企画、予習になるとそういうことですね。はい。はい、でこの動画を見て DA300 をよく知りましたと、はい。追加された機能をぜひメカトロテックで DA500 確認してください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。